知っておくと得するダイソー商品一つ目は、新商品の綿雲。この黄色いパッケージがダイソーでずらっと並べられているのを見かけた方も多いのではないでしょうか。使ってみたいけど購入をためらっている方に使い心地や注意点をお伝えします。簡単に言うと、綿雲は油を吸う綿です。少しの綿で油をぐんぐん吸収するというのがこの商品の特徴。耐熱温度は80度なので油が冷めてから使います。パッケージの上からでもとっても柔らかい綿が入っているのが感じられて、いつまでも触っていたい気分になります。中身は小さなクッションのような綿が一塊入っています。なんとも言えない触り心地でとっても柔らかくてふわふわ。でも触っているだけで指の油分が吸われているのか、片栗粉を握りつぶした時のようなキリキリした感じがします。使う時は少しずつ手でちぎりながら使っていきます。ふわふわな見た目が綿菓子みたいなのでお子様が食べてしまわないようお気をつけください。ではどのぐらい油を吸い取るのか試してみましょう。ボウルに油を垂らして少量の綿雲で吸い取ってみます。水は弾いて吸収せず、油だけを吸い取っていくというか吸着していく感じになります。水の中でぐるぐる回していると徐々に油を吸着してくれます。油を吸い取るには結構時間がかかりましたが、油だけをしっかり吸い取ってくれました。水も吸い取る前と後で比べると綺麗になっているのがわかります。こちらは前日に少量の油で揚げ物をしたお鍋。綿雲を使って油を吸い取ってみようと思います。綿雲は塊になっていると油を吸いづらいので、面積が大きくなるように広げて繊維をほぐしてから使うと効率よく油を吸収してくれます。ぐんぐん油を吸い取ってくれますが、油の量が多くなればなるほど綿雲の消費量がかなり増えます。綿雲は大量の油を吸い取るにはあまり向いていません。鍋やフライパンの底に少しだけ残った油をきれいに拭き取るということが一番得意。綿雲で油を吸い取っただけなのに洗ったみたいにきれいになりました。残った綿雲はジップロックなどに入れて保存しておくと次回使いやすいです。というわけでこの商品の特徴と注意点をまとめると、少量の油を吸い取ってきれいにするのがとっても得意。ふわふわでとても柔らかい繊維なので大切な調理器具や傷つけたくないコンロのお掃除に使うためなら購入する価値あり。大量の油を吸い取るにはコストがかかりすぎるので別の油吸収アイテムを買うのが正解です。次も新商品の網戸の引き手。網戸の開け閉めがしやすくなるように取り付けるプラスチックの取っ手パーツというシンプルな商品です。中身は粘着シールが1枚とプラスチックのパーツが2つ。網戸の開け閉めなんて普通にできるし、特に必要性を感じない商品だなぁと最初は思ったのですが、結論から言うとこれとってもおすすめです。網戸ってもともとなぜか取っ手がついてないし、開けようとして指をかけるとそこにホコリが積もってたなんてこともあるあるです。触りたくないなぁと思って別のところに指を引っ掛けようとしてもなかなか引っかからないし、変なところに力をかけると網戸が外れてしまうというハプニングも。そういった煩わしさをすべて解決してくれるのがこの網戸の引き手。手がかけやすい場所に狙いを定めて、粘着テープがくっつきすぎないようにマスキングテープで保護してから、付属の粘着テープをパーツに貼り付け、網戸に設置します。
粘着テープはかなり粘着力があるので、賃貸物件の場合は念入りに二重三重にマスキングテープで保護しましょう。これで網戸の開け閉めが簡単にストレスなくできるようになります。外側にも同じように設置。この商品取り付けてから家族にも好評でした。この商品の特徴をまとめると、網戸の開け閉めが劇的に楽になるので100円出して買う価値はあり。粘着力が強いので賃貸物件の場合は剥がす時のことも考えてマステなどで保護しましょう。次はダイソーやセリアの収納アイテムコーナーでよく見かける中身が見えるボックス。サイズは横 16.5 センチ、縦 10.5 センチ、深さ 4.5 センチで、パカッと開く蓋付きです。サイズがコンパクトかつ蓋付きなので、あまり物が入れられそうにないし、積み上げられないからちょっと使いづらそうと感じて購入をためらっている方に朗報。私も最初はそう思っていたのですが、購入して使ってみて考えが変わりました。とりあえず手当たり次第近くにあった小物をこのケースに入れてみたところ、何が入っているのか一目瞭然。中身がとっても見やすい収納ボックスだったのです。そもそも商品名が中身が見えるボックスとなっているので、そんなの当たり前じゃんと思いますが、使ってみると思った以上に中身が確認しやすくて驚くレベル。あれどこ行ったっけが確実に防げる便利な収納ボックスでした。そしてこちらは可愛い柄があるとつい購入してしまい、どんどん増えていくマステ。これらのマステの収納にこのケースがぴったり。ケースに深さがあるので、直径が違うマステでもちゃんと収納できます。蓋があるのでマステをホコリから守ることができるし、どんな柄が入っているのかとっても見やすい。というわけで、この中身が見えるボックスの特徴をまとめると、大きさはコンパクトなので小物収納が得意。中身が一目でわかるので収納の迷子を防止してくれます。マスキングテープの収納にもぴったり。買って持て余すことはないので100円の価値ありです。購入前の注意点としては、積み重ね収納には向いていないので、その場合は引き出しなどを買った方が無難です。そして次はダイソーのクッキングシート。購入する前に知っておくとお得な情報が一つ。今回私が購入したのは200円のクッキングシート。オーブン、電子レンジ、湯煎調理に使えます。同じ商品ラインで100円のクッキングシートも売られていますが、なぜ200円のクッキングシートを購入したかというと、それは200円の方が断然安かったからです。最初は価格が安い100円のクッキングシートを手に取ったのですが、その横を見たら200円のクッキングシートがあったので、何が違うのかその場で確認してみたら、100円の商品は幅30センチ、長さが5メートル、1メートルあたり20円。200円の商品は幅30センチ、長さが15メートル、1メートルあたり 13.3 円。200円のシートは100円のシートに比べ長さが3倍でコスパも最強。200円の方が全然お得ということでこの商品を購入してきました。中身は至って普通の白いクッキングシート。コストコで売っている激安のオーブンシートとかなり似ています。ちなみにコストコのオーブンシートは幅30センチ、長さ50メートル、1メートルあたり 11.28 円。ということで、ダイソーでクッキングシートを購入する際に知っておくとお得なこと、それは200円商品を買った方がコスパ最強でお買い得ということです。料理をする方でしたらクッキングシートはかなり使うと思いますので、200円商品の購入がおすすめ。コストコ会員の方はコストコのクッキングシートがコスパ最強ですので、それも覚えておくとお得です。次はダイソーの除湿剤。ダイソーにはいろいろな除湿剤が売られているので、どれを購入したらいいのか迷いがち。今回は詰め替えができる炭湿気取りを購入しました。購入したのは本体と詰め替え用、それぞれ100円です。炭入りなどで消臭効果がプラスされています。詰め替え用は 350ml 吸湿できるパックが2個入りで100円。本体は長方形で細長い形。蓋はグレーでおしゃれな感じで、中に一つ除湿剤パックが入っています。
このパックは開封せずに使うタイプで、袋の中に水が溜まっていく仕組み。上部が紙っぽい素材でできていて、ここから湿気を取り込みます。細長い形なので狭い隙間に設置しやすく便利。ちなみにこちらは以前購入した同じ種類の炭湿気取り 800ml 吸水する大容量タイプで、容器は大きめ。詰め替えはできず使い捨てです。使い始めて1ヶ月ぐらい経ちましたが、ぐんぐん吸湿してくれ、容量の半分ぐらいまで水分が溜まりました。消臭効果は実感できませんでしたが、どちらも同じ吸湿剤が使われているので除湿の能力は問題なし。除湿グッズはいろいろあってどれを購入しようか迷いますが、設置する場所のスペースの大きさや詰め替えようがあるなしで選べば、どの商品を購入しても特に違いはありません。約2週間ぐらいで詰め替えタイプも袋の中に水が溜まってきました。ちなみにダイソーで一番大きな湿気取りは1リットルタイプ。1リットルともなると容器はかなり大きくなります。ただしダイソーをはじめ100均の除湿剤はコスパがあまり良くありません。カインズの除湿剤やコストコでまとめ買いできる水取りゾウさんがコスパ的にはおすすめです。でも100均の方が店舗が多いので手に入りやすいというのはメリット。というわけで100均の除湿剤についてまとめると、種類はいろいろあるけど機能と効果はどれも一緒。設置場所の広さや詰め替え用のあるなし、見た目のデザインで選ぶのが正解。そこそこお買い得で手に入りやすいのがメリットです。コスパを最重視するならカインズなどのホームセンターやコストコでの購入がおすすめです。次は定番商品のフリーザーバッグ。今回購入したフリーザーバッグはダイソーで発売されているフリーザーバッグの中で一番コスパの良い商品になります。でもこの水色のフリーザーバッグの他に青いパッケージのものもあり、水色も青色も同じサイズで同じ枚数入っていて、商品の仕様も全く同じ。唯一はっきりと違うのはこのフリーザーバッグが生産されている場所になります。水色のフリーザーバッグはベトナム製、青色のフリーザーバッグは中国製になります。そして中身も微妙に違う点があり、水色の方はジッパー部分が青と白。ぴったりくっつけると水色っぽい色になります。青色の方はジッパー部分が青とピンク。ぴったりくっつけると紫色になります。そしてメモが書き込めるプリント付き。ちゃんとくっついたかどうかは青色パッケージの方がわかりやすいです。また触り心地も若干違っていて、商品情報によると厚さは両方とも同じ 0.07mm のはずなのですが、青色のパッケージのジッパーバッグの方が厚みがある感じがします。水色パッケージのジッパーバッグは柔らかい触り心地。価格も入っている枚数も大きさも全く同じこの2つの商品ですが、それぞれの特徴と情報をまとめてみると、水色のパッケージはベトナム製、青いパッケージは中国製。青いパッケージの方が使い勝手がいい作りでおすすめです。なぜ似た商品が2つあるのかは謎。ちなみに業務スーパーだと M サイズ25枚入りが97円。コスパ重視のフリーザーバッグは100均か業務スーパーで買うのが正解です。次はダイソーの排水口水回り洗い。この商品は私がずっと愛用している商品になります。L 字の直角ブラシと硬い不織布クリーナーの2本セットで100円。隙間の達人というお掃除グッズシリーズの商品で、ダイソーには他にもいろいろな隙間の達人商品が販売されています。その中でも一番のおすすめが今回のこの商品の中の1本のこちらの直角ブラシが超優秀でおすすめ。同じようなブラシがセリアでも販売されていますが、使って比較してみた結果、ダイソーのブラシの方が断然使いやすかったです。隙間の達人は本当に商品の種類が多くて、どれを買ったらいいのか迷いますが、まずはこの直角ブラシが入っているセットを使ってみてください。排水口のお掃除が劇的に楽になりますよ。ただ不織布クリーナーは使い道があまりなく持て余してしまうかも。っていうか私が持て余し中。それでも直角ブラシのために100円を出す価値ありの商品です。そして最後はどこでもペタッとゴミ袋とシートタイプメラミンスポンジのメラスポ。
どちらもダイソーの定番人気商品です。どこでもペタッとゴミ袋は18枚入りで1枚あたり約 6.1 円。ダイソー、セリア、キャンドゥのどの100均でも手に入りますが、それぞれ絵柄が違うのと、キャンドゥだけなぜか15枚入りなので注意。絵柄の好みは人それぞれですが、ダイソーが一番可愛くてお気に入りです。そしてメラスポも使いやすくておすすめ。シート状のメラミンスポンジで1枚あたり約 5.5 円。指に馴染んで狭いところも難なくスイスイお掃除できます。ダイソーでしか手に入らないので、店舗へ訪れた際はぜひチェックしてみてください。以上、100均行く前知っておくと得する商品でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできると嬉しいです。きのこでした。